今やってるこの努力は必ず身になるとか、これは必ず効果があるっていうことを確信しながら進んでいけるので、やってる努力自体が自分にとってプラスだって分かってると、それは嬉しい努力になりますから、はい、そんな風に、はい、ではここから、この星の動きを踏まえてタロットもぜひ見させてください。よろしくお願いします。そうね、こう星を見ながらいつもね、これはどう出るんだろうってこう想像しながら見てるんですけど、タロットもやっぱりいいヒントになりますのでね。本当にいろんな魚座さんがいらっしゃると思うんですけれども、それぞれのね置かれてる状況は違うとしても、やはり共通して一人で立っていかなきゃいけないんだっていうテーマがねやっぱあると思うんですね。もちろん誰かと協力しながらなんですが、でも深いところでは一人で独立しなければいけない、一人で立たなければいけないっていうテーマがあるので、そのテーマをこなしながら深いサポートを受けながら、自分も誰かをサポートしながらやっていくんだなっていう感じがしますね。何から独立するのかっていうのをご自身でもちょっと想像してみるといいかもしれないですね。はい、じゃあ見てみましょう。3ヶ月分です。ワンドの6、カップ3逆、忍者逆、ワンドクイーン政治、ワンド8、ソード9、ペンタクス5、気をつけることや対策は、カップナイトの逆とペンタクスキングとオラクルはソードの3です。そうですか。ちょっと見てみますね。まずそうですね、10月からなんですが、多分ね思うんですけど、やっぱオラクルにソードの3が出るってことは、やっぱり何か精神的な何かを超えていくっていうことなんですよね。でこれは今年来年また再来年の前半ぐらいまであるんですけれども、この23年ってめちゃくちゃ大事な時期なんですね。でよくあるじゃないですか、人生の本当に一番大変だった時の経験がその後のもう自分の強さになって教訓となって、もうあれがあるから絶対やっていけるみたいになったりとか、すごく大事な自分の強さを発掘する期間だったりするんですけれども、今のこの、カードから感じる残り3ヶ月のテーマっていうのは、自分の精神的な恐れ、精神的な弱さも含め、寂しさとか孤独とかそういった何かを超えていくんだよっていうのがまず大きなテーマなんだと思いました。やっぱり星で見ると実はすごい深いサポート来てるじゃないとか、10月とかもですね、専門性も出てくるし強さも出てくるし社会も出てくるみたいな、安心して見ていられる感じなんですけど、カードで見た時にやっぱりそこに来るのかみたいな感じがあり、やっぱり一番大きなテーマですね。この深い愛情と自分が本当につながっていることを確信できるかどうか。それは物理的な誰かがいるからとかどこかに所属してるから安心っていうものではなくて、深い自分の生命そのものの喜びみたいなものにちゃんとアクセスしてつながれるかどうかっていう感じですね。そこを試されてます。そこを強化されてるっていうことです。これとてもいいことですよ。それを超えられたらどれだけの幸せな感覚、これでいいんだって思う感覚の中にずっと入れるってことですから、そこが一番強化されてるんだなと思いました。ちょっとまず見てみます。そうですね、ただ表面的にはですね、今とてもやはり評価がいい感じなんですよ。ご自身がどう感じていようとはちょっとそれ置いといて、なんだかんだ言ってその昔からの知り合いとか仕事で関わってる人とかやっぱり自分のことをちゃんと見てもらえてるなとか、いい評価をもらうんだなっていう感じが出ています。なのでこれはもしかしたらお仕事での勝利とかいいお声かけがあったっていう感覚かもしれませんね。ただどれだけそういった仕事のオファーが来たりうまくいってるっていうのがあったとしても、何かその心の確固たる心の充足感みたいなものが欠けてるみたいな感じがあり、自分でもそれは何なのかな何なのかなってずっと探してるみたいなね感じでしょうか。例えばちょっとわからないですけど、
これからの自分の人生ね期待いっぱいなんだっていう方と、だんだん自分がもう年を重ねてきて、体もなんかいろんなとこが痛くなってきたとか悪くなってきたとか、これからきっと仕事もこうなるだろうみたいな人生に希望を持てない状況になった時って、別に目先に何か問題があるわけじゃないけど、なんとなく気分が落ちるってあると思うんですけど、そんな感じで決して今この現実はうまくいってるし悪いわけじゃないのに、なんとなくなんとなく木枯らし吹いてるみたいなね、寂しいとか何かが足りないみたいな感覚があるのかもしれないなと思ったんです。でもまたそれを埋めるためにっていうか、それを自分でもちゃんと消化するために、じゃあ仕事頑張ろうとか何か役割頑張ろうとしてすごく奮起してらっしゃる感じがありますね。で今この何か、土星というね惑星が来てるっていうことなんです。これは仕事においては実はめちゃくちゃプラスに活かせる惑星なんですね。なのでそのプレッシャーとか責任とかストレスとか不安っていうのを超えればものすごい力になるっていうところで、おそらく宇宙は皆さんの力を信じてまた投げかけてくると思うんですよ。きっとできますよねっていうチャンスをね投げかけてくると思うんですね。ここでいきなり飛んできますチャンスが。何か状況的にこんなことやりませんかとか、これどうですかみたいな、そんな話がもしかしたら来るかもしれませんね。はい、ちょっと見てみます。10月。ワンドの7ということで、やっぱり自分にとって有利な話だったり、やっぱり仕事に関してすごく活性してるエネルギーですし、こう人とのつながり、それによってちょっと密になるのかなっていう感じがするので、すごく嬉しいことのように思います。これはだからやってみようかなって、せっかく来たチャンスだからやってみようかなっていう感じになるんじゃないでしょうか。いいですね、人とのつながりね。そしてその後11月ですけど、ここでもまた出ましたワンド8、そしてワンド6、ワンドばっかりですね。ワンドのページということで、本当は心が躍るみたいな、なんか本当は嬉しいし、もうこれを聞いてってみんなの前でそれを言いたいような嬉しいことがあったり、状況がすごく早い、展開が早いです。なので10月にご自身が誰かのために何かをしてあげたり、自分が受け取ったチャンスっていうものが自分の意思と反してなのか、自分がそう願ってもないのにどんどん進んでいっちゃって、わーみたいな感じで、実はとっても嬉しいことなんだけど、いいことがあればあるほどこのもう片方の自分の置き去りにしてる感情みたいなものもちょっとうずいて、本当にそれやっていいのとか、なんかちょっとそこでバランスを取るような気がするんですよね。例えばものすごく楽しいパーティーがあって、みんなでわーって盛り上がってギャーって言った後、帰って家で一人っきりってなってシーンってなったら急にすっごい寂しいみたいな、そういうこうわーって楽しい時があるからこそ一人になった時が寂しいみたいな形で、こう何かずっとその一人だったら何もそんなに感じないところを、すごくいい喜びとか急展開の話があるからこそ急に不安になるみたいな、本当にそれでいいのかなとかついていけるのかなみたいな不安になるのかもしれません。でも不安はあくまでも自分の頭の中で作り出している想念にしか過ぎないので、現実は喜びがある、その不安の奥には喜びがあるっていうふうに思っておいてくださいね。そしてその次の12月です。ワンドのないと逆、ソードページの逆ですね。そしてペンタクス6ということで、何か12月って仕事運があるんですよね。とても自分の社会を切り開いていくよっていう、その時に実際仕事の話もあるんだけど、もしかしたらご自身の中でこう出費すること、その仕事をすることに対して出費することが多かったりとか、それはなんかいい話だから乗ってやったけど、本当にそれって自分が進んでいきたい道だったのかなっていうことをちょっと考えたりとかして、少し止まりそうな感じがしますね。勢いを止めそうな感じ、止まるというよりも自分で止めそうな感じがしますね。ちょっと待ってみたいな、いいことかもしれませんね。この
ちょうどこの3ヶ月で一番テーマとして言われているのは自分の精神的な恐怖を克服していくよっていうことだと言われているので、それに対してこう流れのままにいくっていうんじゃなく、一旦立ち止まって本当にこれは自分にとってやりたいことかっていうのをもう一度確かめるっていうのはいいことかもしれないですね。ちょっと対策見てみますね。カップエース逆、吊るし人。なんかね、こうやっぱり人からのお誘いはあるような気がするんです。この3ヶ月の中で一緒にやりましょうとか、これってすごく有益なことですよねっていう話があって、それはとても嬉しい話だし、そうやってこう自分のことを見初めてくれるというか、声をかけてもらうことも嬉しいし、感情は満たされるんですね。いい話なんですね。だけどやはりもう片方でなんか自分がそこに100% 没頭できないとか、やりたくても今はそれできないんですみたいな、何か自分の中で、自分の感情の中で足かせになってる、ブレーキをかけてる、防衛してる気持ちっていうのがあるのかなって感じがしますね。ちょっとオラクル見てみます。はい。女帝の2、女帝じゃない、女教官とペンタクス4の逆とワンド4、すいません、ワンド2の逆ですね。そうですね、ちょっと待ってね、出た、デビル逆そうですね、やっぱり本当にこれは愛のレッスンって感じですよね。その運勢がいい時っていいからこそ、単にご褒美がもらえてラッキーわーってあと何にもないみたいな感じよりも、いい時だからこそ本人が成長できるような学びや愛を送ってくれるっていうのがもう本当に素晴らしいなと思うんですよね。なので魚座の皆さんにとってはこの3ヶ月って本当に精神が、一段落上に行く、何か自分にとって避けたいことを超えていくようなレッスンプランがあるよっていう感じで言われてるんですね。で実際ご本人もちょっと、どうしようとか思ったとしても、その奥にはものすごい喜びもあるし恩恵もあるし、いいのでそこは安心してください。で何がそんなにちょっと引っかかるのかなって思ったら、心の準備ができてないのかなっていう感じがしました。ここでも実際はすごい、もう本当は嬉しいこと、本当はそれやりたかったことじゃないっていうことでも、ちょっと待ってくださいみたいな、ちょっとまだ準備ができてないんですとか、やりたいけど今そこに 100% 没頭できないんですとか、何か言い訳をしてそれをちょっと遠ざけようとする意識があったり、全然関係ない不安の妄想で描いてぼやかしてみたりっていうのがあり、でまたオラクルに出たカードっていうのも、女教皇の逆位置っていうのはすごく本当はすごく聡明で分かってるんだけど、その決定づけたくないとかね、わざと曖昧なままで置いておきたいとか、その保留にしておきたいとかっていう形で何かを覚悟するとか決めるっていう、その心の準備がまだ整ってないのかなっていう感じがしました。今これは今見てる時点でこのメッセージということなので、これを見た上で皆さんがどう感じるか、どう行動するかによってまた変わるんですけれども、ぜひ10月が、特にね10月が本当に深いつながりができたり、思いを通じ合えたり、または例えばですけど亡くなった人とかでも通じ合えたり、時代を超えて時空を超えてつながれる、そしてサポートもたくさん来るっていう時なので、その今自分は超えられるテーマが来ていて、そのテーマを超えられるための大いなるサポートが10月に来てるっていうことをぜひキャッチしてみてください。感じてみてください。そうするとそんなに恐れなく進んでいくことができます。そして11月も12月もその人との関わりの中でブレーキをかけているのはあくまでも自分だということを忘れないでください。決して誰もが何か騙そうとしてるとか何かっていうわけじゃ全然ないんですね。どっちかというといい話、魚座の皆さんだからって言って持ってきてる話なので、それをプラスに変えるのも自分次第でいくらでも変えられる、もともとプラスの話ですしね。なのでそれをマイナスに疑って捉えてやっぱり違うとかやっぱり無理ってやって保留にするっていうよりも、今超えていってほしいな、超えられるんじゃないかな、自分をずっと縛っていた
思いを手放せるように何かうちはサポートしてるなっていう感じがしました。メッセージとしては深い感じでした。いかがでしたでしょうか。なんかもっとね明るいハッピーな話だけで終われればよかったんですけど、これが今回私が感じたことです。何かしら参考にしていただければ嬉しいです。もしね何か良かったよという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録コメントで教えていただけると嬉しいです。それではいい気づきがありますように、恐れなく超えていけますように。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。